ンババンバンバビバビバビバババンババンバンバアビバノのババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンアビバノのはーい。あなたの心に水を差す藤子でございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさん、白黒のくーたくん。画面に収まっておりませんが、茶トラのまさるくん、グレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげよっかねと思われる方は、はい。便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ねえ、今日もマチャがあっちの部屋に行ったっきり、戻ってこないよ。そしてぐーちゃんはこたつの中から出てこないよっていう感じだね、今日はね。カリカリなかったからさ、まあもうすぐカリカリタイムだからね、ちょっと我慢してっていう感じであげなかったんだよね。で、今ね、これいっぱい入れてさ、だからお腹空いてんだろうから、食べるかなと思って、釣れるかなと思ったんだけどね、釣れなかったね。にゃんこの姿はまばらでございますね。はい。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、戻ってきた。にゅるっと。乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様が、この番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。まちゃくん、ジャスティス。
レモン入りだけど、まあ、あんまりスンとは来ないかね。まんまレモンを丸ごと見せてるわけじゃないからね。はい、入っちゃった。今日もレモンが残っているので、レモン入りの白湯でございます。お気に入りさん、ジャスティース、藤子さん、皆さん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。てんたまさん、今夜はジャスティース、ありがとうございます。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。フジテレビ、こんばんは。フジテレビやってんのかい？テレビ見てないかわかんないけどね。なんかやばいことになってるらしいじゃんか。よきーさん、てんたまさん、こんばんは。よしーさん、ジャスティース、ありがとうございます。てんたまさん、お気に入りさん、よしーさん、こんばんは。お気に入りさん、よしーさん、こんばんは。はい、ボンソワー、ボンソワー。ゆいたん、後ろに回らないでくれるかな？いつも言ってるんだけど、なかなか覚えないね、この子たちはね。で、今日はなんかさ、あったかいっていうのかな、なんかヒーターがよく効くっていうのかな、あったかいのかね、なんか夕方、やっぱりさすがにさ、日が落ちると寒くなるんだよね。だからまあ冬だしね、大寒だしね、と思ってさ。で、またヒーターつけたわけよね。で、今日はあっちのエアコンはつけないで、このヒーターだけなんだけど、なんか結構あったかいんだよね。でもこれ多分またさ、消すと寒いんだろうしさ、と思って。で、まあつけっぱなしで。で、クータがやっぱりさ、あんな状態よ。まあ、今座ってるからね、普通だけど、さっきなんか、へそ天でひっくり返って寝てるからさ、お、幸せそうだな。歌が幸せそうでよかったよと思ってね、まあそのままつけてんだけど、なんかあったかいんだよね、今日ね、みたいな感じかな。ーっと、よしさん、こんばんは。かにたんさん。ジャスティス、こんばんは。ボスは。よしさん、お気に入りさん、てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、かにたんさん、こんばんは。お気に入りさん、かにたんさん、こんばんは。お気に入りさん、大寒でも14度でしたね。あ、そうなのね。じゃあ、やっぱり暖かかったんだ。まあ、朝ね、ゴミ出しに出るときにさ、予想外にそんなに寒くなかったんだよね。なんか、ほら、最近はもうずっとさ、すげえ寒いのが当たり前になってたからさ、その感覚で外出たら、なんかそこまででもなかったんだよ。だから、今日はもしかしてあったかいのかななんて思って天気予報見たんだけど、普通に寒かったんだよね。だから、あれ気のせいかと思ってさ、いたんだよ。で、天気も悪かったからね。で、まあ、その後晴れて、で、晴れてるうちはやっぱり暖かい感じだったんで、よかったんだけど、ね、で、午後を過ぎると、日が入ってこなくなるから、そうするとね、だんだん寒くなってくんだよね。で、夕方からはもうね、本格的に寒くなる感じなんで、まあ寒いだろうなと思ってヒーターつけたんだけど、意外となんかあんまりそっからね、なんか暑くてっていうのかな、そんな感じだったんだよね。カニタンさん、てんたまさん、お気に入りさん、こんばんは。お気に入りさん、今日はトランプさんニュースが忙しそうですね。そうだね、なんか、ライブやってたよな。で就任式、なんか、めっちゃ長い時間やるみたいじゃんか。あ、そっか、まだ就任してなかったのかと思ってさ。だから日本が一番最初に日付が変わるからね。20日だからさ。そっか、母親の今日は誕生日かと思ってたわけよ。で、そっか、今日トランプの就任式かとかって思ってたんだけど、なんかまだだったみたいでさ、なんか夕方ぐらいからだったっけね、日付が変わってから。で、なんかめちゃくちゃ長い時間やってるらしいからさ、そうなんだ。そうなんだと思ってさ。で、なんかたまたまライブ中継やってる動画に、おすすめに上がってきたときに、なんかトランプ踊ってた映像が見えたね。ねえ、で、たまさん、ついに JFK アンマルの、極秘資料が公開される。ガンガンやっていくんだろうね。カニタンさん。
ダウンコート着てたらめちゃ汗が出たって、あ、やっぱりあったかかったんだね。言ってる人いました。そっか。なんかね、ほら、夕方以降はさすがにちょっと寒いなと思ったのが気のせいだったんだな。なんかつけたらそこから暑くて。ね、でもクータがさ、へそ天で寝てくからさ、なんか夜中はやっぱりね、安眠できないっぽいんだよね、クータね。ゆりたんがさ、うろうろしたりとかしてね、みんなに起こされるから、あんまり安眠できないっぽいからさ、なんか、へそ天でね、もうこんな、多分夢見てんだろうね、みたいな感じで寝てたからね、じゃあ、まあ、そのまんまにしたこう、みたいな感じだったんだけどね、止めちゃえばよかったかな。お気にさん、仕事帰りの空気がややぬるめでした。じゃあ、やっぱり暖かかったのか。で、たまさん、昨日、今日は暑かったですね。そんなにあれ、昨日も暑かったのか、そうなのか。昨日は全然ね、そういうのなかったんだけど、今日はなんか、全然温まるのが早いっていうのかな。そんな気がしたんだよね。時にさん、お願いだからこれ以上事件にならないでほしいです。なんか事件があったかな。大寒でも14度。ニュースが忙しい。西さん、元気アップ村見ました。ありがとうございます。コテージの宿泊は面白かったです。あ、よかった。よかった。コオロギを座布団で固定するとは、虫、そんなに怖いのですか？はい。怖いです。タヌコさんを連れて行きたい感じです。いつもは猫に食べさせているのですか？そう。もしうちでそういう虫が出たときは、まあ、まず5匹いるからね、誰かしらが気づくよね。まあ、大概クータが遊んでくれるかなっていう感じなんで、だから猫に任せとけば大丈夫と思ってるから、大丈夫なんだけど、あれ今日猫一匹もいねえよみたいな状態だったんでね、もう最弱でしたよ、私の時はな。お気に入りさん、藤子さんのお母様のハッピーバースデーですか？そうなんです。大寒なんだよね。だからうち、弟も私も父親も夏生まれなんだよね。で、まあやっぱりどっちかっていうと夏は大丈夫だけど、冬は全然ダメなタイプなんだよね。それでね、やっぱりね、母親が冬生まれなんで、夏よりも冬のが好きっていう人なんだよね。もう全然意見が合わねえの。もうほんとね、何から何まで意見が合わない感じなんだけど、そこで、あ、そうか、やっぱり自分が生まれた季節でね、冬が得意、夏が得意っていうのは分かれんだなってそこで思ったわけよね。キニーさん、藤子さんはパーカーダブルで完全に防寒ですね。そうそうそう、もうこれしかなくって。服がこれしかなくて、さすがにこれ脱いだら寒いじゃんみたいなね、そんな感じなんだよね。てったわさん、たぬこさん、最近どうされているのかなね。おきにさん、おめでとうございます。てったまさん、うどん食べてるのかな？多分食べてると思います。人のこと勝手なこと言ってるけどな。多分食べてると思いますね。ねえ、だからまあ元気してると思いますよ。うどん食べてな。今日はまあ調べ物いろいろしてて、やっぱりな。コテージな、コテージ初めてだったしね。で、しかも真冬だったからね。まあね、寒いのがちょっとね、気にはなるところではあったけどさ、虫を忘れてたよね、虫の存在をね。で、冬でもね、虫いるぐらいだからさ、これ夏だったらやばいよね、ムカデ。ムカデはやばいよ、みたいなね、太刀打ちできない、さすがに、みたいな状態だったんで、いや、冬でよかったかなってね、ちょっと思ったよね。そうだからまあ、もし、次コテージっ
って思っても、虫のことを忘れちゃいかんぜっていうことを今回さ、学ぶことができたんでね、よかったなと思いました。どこだっけ、おきにさん。うどんをすすりながら視聴されているかもしれませんね。多分そうだと思いますね。けんたまさん、丼一杯のうどんをずずっと。そうなんだよね。多分ね、食べてると思いますよ。うどんで思い出したけど、そういえばさ、関東には、たぬきうどんときつねうどんはあるんだけど、無地なそば無地なうどんっていうのはなくって、で無地なってなんだって思ったわけよね。で、調べたらどうもさ、たぬきじゃない、油揚げと天かすと、両方ね、入ってるのが無地ならしいんだよね。で、それのがいいじゃんと思ってさ。だからまあ、もし次、無地ながあったら、無地な食べようみたいな感じでいるんだけど、で、まあ、その父親とさ、そのコテージの帰りね、車に乗せてもらって帰ってきたんだけど、その時に話してたのが、まあ、YouTube でね、見てた動画のネタを話したんだけど、4歳の男の子がね、3歳そばを注文したら、3歳は嫌だ、4歳そばがいいって言ったっていうね、話があって、で、お店の人が、4歳そばですよって言って出してくれたっていう話があったよっていう話と、あと女の子でね、たぬきそばを注文しようとしたら、たぬきは嫌だ、うさぎがいいって言った子がいたわけよね。で、お母さんも、うさぎそばできますかねってお店の人にダメ元で聞いたら、お店の人もできませんとは言わず、はい、できますよってね、答えてくれたと。で、何が出てくるんだろうなっていうふうに思って待ってたら、リンゴのね、うさぎにカットしたやつが添えられてね、出てきたよっていう話で、でね、すごい素敵な話よね、なんてさ、話をさ、してたわけね、帰りに。でね、その話で、またこの前の豆腐屋部会の時にね、その父親のパートナーの人にそんな話面白いと思ってね、したんだって。で、いや、なんかその話がすごいね、可愛くて可愛くてね、心に残ってるわって話で、いや、もう本当そうだよなと思って、自分がもし蕎麦屋だったらね、もうなんだろう、うさぎそばとか、ね、作ろっかな、みたいなね。フニータそばだね。フニータうどんだね。フニータカフェをね、開催しないと、誰だろう、これな。と、てんたまさん、丼いっぱいのうどんをずずっと。ねえ、てんたまさん、コテージは夜怖くなかったですかね。ほら、いつもさ、にゃんこと一緒にさ、いるからね、賑やかだからね。全然ほら、一人でね、怖いとかっていうのなかったけど、なんかもしかしたら怖いかもしれないと思ったんだけど、寝ちゃってたからね。寝て起きたら7時過ぎてたからね、みたいな。そんな感じだったよね。よしーさん、止まって猫大丈夫でしたか？この調子で連泊動画も期待します。連泊はさすがにちょっとね、私がね、心配になっちゃってダメなんだよね。にゃんこのことが気になっちゃって楽しめないんで。まあ、一泊が限度だねっていう感じね。まあ、連泊だと前だったらさ、にゃんこがまだね、健康なうちはさ、人にね、お世話をお願いすればっていう感じでね、することもあったんだけど、まあ、ほとんどないけどね。ただ、もう今ほら、にゃんこたち、この状態でさ、
おしっこはあっちこっちにするからさ。さすがにこれはちょっとね、注文が多すぎて、ね、お世話頼むわけにもいかないし、みたいな状態なんでね。まあちょっと生活環境が変わってからでないと連泊はまだまだ先かなって感じだね。おちいさん、お風呂のお湯が熱くないのは残念でしたね。そうそうそう。こんなことあるんですね。そうなんだよ。で、昔さ、やっぱりね、母親と一緒に暮らしてた頃なんで、まあ、中学生ぐらいかなって思うんだけど、やっぱりね、ガスが給湯器、なんだろうな、なんかマンションで、お湯溜めてるみたいな、なんかそういうシステムで、なんか夜遅くなると、そこに溜まってるお湯がなくなると、もうお湯出なくなるみたいな、なんかそういううちだったんだよ。で、夜お風呂入ってて、お湯がね、途中からね、出なくなっちゃって、で、やっぱり冬で寒いんでね、で、もう温まれないと出れないじゃんか。で、母親しょうがないから呼んでさ、で、お湯が出なくなったっつって。で、お湯を一生懸命沸かしてもらって、で、熱湯をさ、お風呂の中に入れんだけど、でもね、お湯が沸くスピードよりも、お湯が冷めるスピードの方が速くって、もう全然温まれなくてね、まあ母親も結構頑張ってお湯沸かしてくれてたけど、まあでもね、もう無理よ、これ以上やっても、キリがないよってさ、言われて。いや、そうなんだけど、温まれなくて、全然出れないんだけど、みたいなね、やりとりしたことあったよなっていうのを思い出して、まあその時もまあ結構時間かかったけど、まあ完全に温まれるわけではないけど、でもまあしばらくね、ぬるいけどお湯に使ってたから、まあ多少温まって、で、それで出れたんだったっけな、どうだったっけな、みたいなね。なんか最終的にどうなったんだか思い出せないんだけど、なんかそんなことあったなっていうのを思い出して、ただまあ、あの時はまだね、もう一人人がいたからさ、ね、お湯沸かしてもらって、お湯を足すっていう技もさ、できたけど、今、とにかく、誰もいないから、このお湯で私は温まるしかないと思ってさ。でね、蛇口から出るお湯がさ、熱湯なのかなと思ったんだけど、いくら、だから、お湯をさ、もうマックスにホットにしてるんだけど、触っても全然ね、触れる温度なわけよ。んでね、シャワーと、並列で言ったらね、温まるかなと思ったんだけど、シャワーが水でさ、全然あったかくないわけよ。だから、これ部屋の中温めようと思っても無理だと思ったんでね、もうしょうがないから、その蛇口から出てるお湯をさ、この首の後ろに当てて、それでなんとかね、温まって出てきて、だから時間がそこでかかっちゃったわけよね。なんかまさかそこでね、長居をすると思わなくて、サクッと温まって寝ようかなと思ってたのに、サクッと温まれなくてね、まあ1時間ぐらいかなとは思うんだけど、そうは言ってもね、お湯が溜まってからで入って、で、これはぬるい気がするぞと思って。で、ほら、追い炊きできるわけじゃないからさ、お湯溜めるだけだからさ、これ追い炊きできないからやばいなと思って。で、ね、熱いお湯を今のうちに足しとこうと思ってさ、ひねって出したんだけど、全然それがぬるいわけよね。やばい、これ足してもどんどんお湯がぬるくなるぞと。で、一番熱い状態にして、で、なんか設定があるじゃんか。それもさ、42度以上に上がらないわけよね。だから、これ一番これで熱い状態かと思って、やばい、参った。みたいなことがありました。おきにさん、そのうどん屋さん、すごいね、すごいよね。なんか、話やと思ってさ。おきにさん、ホットリンゴがうどんに乗ってるのですか？違う、うさぎさんのリンゴをお皿に乗せて、で、添えて出してくれたんだよね。
天玉さん、うさぎそばは具の構成はどうなりますかね。フニータだから。あれだね、キラキラポーションを、キラキラポーションをトッピングしてな、出すんじゃないのかな。えーっと、お気に入りさん、藤子さんは17歳そばね。今度50歳そば、50歳そばできますかって聞いてみないとねって感じな。お気に入りさん、入ると寒くなる風呂は辛いですね。冬の海に入ると風がサクッと冷たくて海から出られなくなります。うわ、サーフィンとかもするとか、すごいな。お気に入りさん、アヒルさんのうんこですか？はい。キラキラポーションな。そう、キラキラポーションでさ、そのな、キラキラポーションを使った、動画を作りたいなと思ってたわけ。で、私はほら、コーヒーにね、ミルク入れないからさ、あのポーションがさ、うちにないわけよ。で、普段からミルク使わないからポーションがあってもさ、持って帰ってくるってことはしないからさ、で、そうだ、キラキラポーションを使った動画を作るには、コーヒーのミルクが欲しいなと思ってたわけよね。でもあれ1個のためにね、1袋買うのは嫌だし、まあだからといってコーヒー飲みに行ったらまたさらにお金がかかっていないし、どうしようかなと思ってたんだよね。どうしようかなと思ってたらね、まさかの次の日にさ、豆腐屋うかいに行ってさ、で、食後にコーヒーとか注文してくれたもんだからさ、ミルクついてて、やったーキラキラポーション。キラキラポーションね、次の日手に入ってすげえ引き寄せのスピード、そこそこ速いんじゃないですか、みたいな感じでね、ちょっと満足だったね。と、ヨッシーさん、厳冬期に熱いお湯が出ないとは下手すると風邪ひきますよ。そうなんだよ。だから今私はここで風邪ひくわけにはいかんのよ。ってね。もう、頼むから。頼むから、みたいなね、状態だって、ね、何気にピンチでしたよ、みたいな。だそのね、昔母親にお湯沸かしてもらって、お湯足してもらった時よりも全然暖かかったから、よかったよって感じ。本当母親にお湯沸かしてもらってね、お湯どんどん入れてもらった時は、もう本当夏場の、ぬる湯みたいな感じっていうの本当体が温まらないレベルの温度だったんで、やばかった。あの時はもう本当に、もうね、やばい感じでしたね。キニーさん、キラキラポーションでサウンド付きでお願いします。プーって。ね、ジョボ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 っていうね、音声が欲しかったんだけどっていう感じね。探すのがめんどくさかったので、おならの音で代用しました。牛さん、半額弁当も美味しそうでした。そうだね、半額だからさ、なんかいろいろ買っちゃおうかと思ったんだけど、買っちゃえばよかったと思って、お腹空いちゃってさ、後さ、参ったなと思って、コンビニだったらよかったんだけどね、売店がさ、コンビニじゃなかったんでさ、欲しいものが手に入らずでさ、クレンジング忘れたし、ね、だからクレンジング買えなかったし、で、甘くない飲み物、朝のコーヒーとさ、コーヒーとな、みたいな。だから次回からはちゃんとね、コーヒーと味噌汁と持っていこう、みたいなね。いろいろ学びがあってよかったよね。やっぱり体験してみるもんだよね。まあ、次あるかどうか知らんけどっていう感じな。で、そう、半額弁当ね。だから米買って、米炊いて、で、おかず買えばよかったのかと思ってさ、だから米がさ、ついてんのが弁当しかなかったわけよね。最初弁当はと思ってたんだけどさ、レストランで食事しようかと思ってたから、だからお腹空いてたんでね、なんか、
なんか食べたいんだけどって思ったんだけど、ほら、甘いものばっかりだったからね。で、おかずはほら、白米が欲しいなって思ったんで、白米ないもんね、と思って。そしたら、弁当買うしかないもんね、と思って。で、弁当買ってね、まあ、とりあえず、その時は落ち着いたからよかったんだけど、その後がさ、食べ物にありつけなくてね、あ、やっちまったなっていう感じだったよね。でさ、食堂のスタッフの方が感じ良かったですね。そう。ね、結構ね、感じのいい人にね、恵まれててありがたいなっていうふうに思うことが多いね。フィニーさん、旅行に行くと朝食をもりもり食べられるのって良いですよね。そうだね。ね、朝からよく食べるよな。ご飯おかわりしてね、朝からお腹いっぱいだったよな。よしさん、旅行行くと爆食いしちゃいますね。そう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 ね。もうそれで体重一気に増えて、そっから戻んない。そっから戻んないんだけど、これどうしたらいいんですかっていう感じよね。本当、前に比べたら食べなくなったというか、前は本当にだからバカみたいに、食欲がね、収まらなくて、止まらない食欲にね、困って、ね、爆食いっていうかさ、してたんだけど、野菜だったわけよね。野菜をさ、なんか食べてたから、いつまでもね、お腹がいっぱいにならなくて、で、お腹空いてたみたいなんだよね。で、まあ、野菜だからさ、別に、太りもしないみたいな感じだったんだけど、今ほら、タンパク質を取った方がいいっていうので、タンパク質意識するようになって、で、タンパク質食べると野菜食べてる余裕がないわけよね。で、タンパク質食べるんだったら、炭水化物、ご飯もね、一緒に食べないと、なんか吸収されないっぽいんだよね。だからまあ、ご飯も食べるじゃんみたいな。まあ、ご飯はいいよなと思ってさ、食べてんだけど、そうするとさ、なんか前に比べたら野菜を爆食いしてるのに比べたら野菜の爆食いはないからさ、量的にそんなに食べてないような気がするのにさ、なんでこんなに体重がなんか増えるし減らないしみたいなね。これあれかね、老化現象かね、みたいなね。そんな感じよね。ちょっと困ってます。そう、旅行行くと爆食いそうなんで、爆食いしちゃうよね。テンターが、旅先で爆食いしたいな、そうだ、いろいろね、目に入るじゃんか。ね、そこでしか食べれないかな、みたいなさ。そういうのあるとさ、なんか別にお腹空いてなくても、なんかちょっと食べとこうかな、みたいなさ。そんな感じするじゃんか。さん、昨年、高知に行った時に食べたカツオが驚くほどうまかったです。あ、そうなんだ。やっぱり現地で食べると違うんだな。フィニューさん、カニタンさんとヨッシーさんも旅動画で、美食してらっしゃいますよね。大人だからな。大人はいいよな。美食できていいよな。ケンタマさん、広め市場ですか？ね、いろいろ市場がありそうだよな。そう、だから今日はいろいろと調べ物して終わっちゃったんだよね。とりあえず動画1本作って、で、まあ短い動画だったからね、結構時間あるから、まあ何かしら映画見るのか、それともなんかね、新しい動画を作るのかなんて思ってたんだけど、ちょっと調べ物始めたら、そこからね、いろいろと、調べなきゃならなくなって、この時間になっちゃったみたいな感じです。と、P さん、はい、そちらの市場へも行きました。有名なんだじゃんね。P さんも美味しそうな食材の宝庫ですね。ね、そうだよね。島国中の島国っていうのだまあ島国でもね、魚がこうやってさ、種類豊富にね、
取れるのって日本なんだよね、やっぱりね。同じ島国でも、どこだったっけ？イタリアじゃなくて、フランスは島国じゃないよな。どこだったっけ？忘れちゃったけどさ。は、島国なんだからさ、なんか魚が豊富なのかと思いきや、なんか種類があんまりなくって、なんか同じ種類の魚ばっかり取れるみたいだもんね。だから全然違うらしいんだよ。それで行くと本当に日本はね、もう海の幸に恵まれててな、中国に取られたくないけど、もうだいぶ中国に取られちゃったからな。もういつ魚食べれなくなるかわかんないんで、まあ今のうちにね、食べられるうちに食べとこうみたいな感じなんだよね。吉井さん。美食というより B 級グルメ食べてますので、吉井さんは B 級グルメが好きそうな感じよね。自分は高級食材で美味しいものはないと思ってます。まあね、言うてもカツオはカツオだろうみたいな、そういう感じでしょ。おきにさん、マイガー、B 級グルメは地元のソウルですよね。てつたまさん、高知に住んでいましたので、広め市場にもよく行ってました。しさん、全く同じ料理でも、値段が高級だと食べる気がしなくなります。そうなんだね。何が違うのかなって興味湧いたりとかはしないのかね。全く同じ料理。値段、まあね、そう、割高といえば、なんかコーヒーもやたら高い店とかがあるらしくてさ、なんかうちの父親たちは金はいくらでも持ってる人たちだからさ、あんまり値段で、左右されてね、行動するタイプの人たちではないんだけど、でもなんかこの前値段について文句言ってたよね。なんだっけ、椿コーヒー椿コーヒーは高すぎるよなとかって言ってて、私それ知らないんだけどさ、なんか、確かにうまいんだけど、確かにうまいんだけど、ね、これで1200円は高いよなとかって言ってて、だから1200円って、まあ、するよね、とかちょっと思って、私もなんか、ね、なんか金銭感覚バグってきてるから最近さ、1200円そんな高いのかなみたいな感じになってきちゃって、まあね、実際自分が払う立場になったらそう思うのかもしれないけど、なんかでも1200円するとこはするもんなと思ってさ、コーヒー一杯。ね、だからそんななんかびっくりするような値段かなと思って、なんかそれで文句垂れてたのがね、なんか意外だったなと思ってさ、どうしたのかなっていう感じだったかな。と、エンタムさん、カツオは、キューレのが美味しい。そっか、今日そういえば朝醤油についての動画見てたんだ。キニーさん、天玉さん、羨ましいです。四万十川など大自然の中でね。天玉さん、金はいくらでも持ってるそうなの。そうなんだよね。もうそういう設定でいるから、お金なくなることないんだよね。お気に入りさん、天玉さん、地元情報ありがとうございます。天玉さん、情報というほどのものでは、天玉さん、クレか。クレですね。ありがとうございます。クレな。で、今日見て、朝ね、なんか醤油についての動画があって、それは知らないと思って見てみたんだよね。まあ、ジャスマークがついてても、なんか、標準、特急みたいになんかあるんだよね、ラグがね。それについて知ってますかみたいな動画だったんだけど、なんか、見といてよかったって思ったのがさ、醤油ってさ、原材料にさ、大豆と小麦って書かれてんじゃんか。
で、なんで小麦が入ってんだろうなっていうふうに思ったんだけど、発酵する段階で、なんか小麦が必要なんだよね、みたいなことを聞いたことがあって、だから発酵する材料として、小麦がちょっとね、使われるのかっていうふうに思ってたんだけど、違ったの。違ったんだよ。そうだったんだと思ってさ、知らなかったんだよね。大豆と小麦は1対1で使われるらしいんで。ってことは、じゃあ小麦って醤油そんな使ってんだと思ってさ、だから醤油もあんまり使わない方がいいって言われたんだっていうのが、そこで初めて分かって、そんなに小麦使うんだねって思って、で、関東の方の醤油は、大豆の比率が多いっていうの。最低、1対1が、その特急とかそういうのになってくると、小麦の比率が少なくなるんだよね。で、大豆の比率が多くなってくるんだよね。だから、高くなるらしいんで、大豆の比率が多いものってね。で、西の方の、白っぽい醤油っていうの、薄口醤油とか、白っぽい甘口醤油っていうのかなとかは小麦が多いんだって。大豆は使わないと醤油として認められないから、大豆は使ってるんだけど、なんか大豆を使ってる醤油みたいなね、感じで、なんか小麦が、主らしいんだよ。そうすると甘くなるらしいんだ、味がね。で、濃い方は塩分濃度も少ないと。で、その甘い方は腐りやすくなるんで、塩がいっぱい入ってるよと。だから甘口とは言うけど、塩が多いのはこっちの方で、で、濃い方のが塩が少ないよって話でな。なるほど。なんかそんなこと聞いたことあったけど、そういうことだったのかっていうのがすげえ納得がいって、なんか醤油について思いがけず、なんか整理がついてよかったよ、みたいなね、感じでございました。そっか、そんなに醤油って小麦使われてんだと思って、なるほどって思ってな。なので、ね、なんか醤油はあんま使わない方がいいよって言われてるのが、あんまりよくわかってなかったから、普通にね、今まで通り使ってたけど、確かにこれからちょっと醤油じゃなくて、塩に切り替えていこうかな、みたいな、感じでございました。くれ。金井さん、昨日のライブで話されていた YouTuber さん、イギリスで1食4000円は痛いですね。話されていた YouTuber さん、イギリスで1食4000円、そんな話してたお気にさん、4000円あれば、カツオ食べ放題。日本であればね。お気にさん、違ったんですね。醤油アイス美味しい。醤油アイスは、あれだね。岩手のアンテナショップで食べれるな。あとあれだ。千葉でもアイス、千葉でも醤油アイスあったな。4000円だと、広め市場の、八色亭の塩叩きが2人前ちょいくらいです。そんくらいだろうね。お気にさ、今日はペラペラのイカフライ弁当だったので、お腹が空いてきましたを、また夜中の飯テロ動画な。食べてないけれど、映像的にはないけど、ね、話がみんなな。類友なのかな。ね、食いしん坊が多いからな。牛さん、那覇ではステーキ、シャトーブリアの店を発見。一食4万円台でしたお。またさらにゼロが1個増えたね。誰も入っていなかったけど、調べると、那覇のお医者様が経営しているようです。失敗したなぁと思います。
自分が美味しいと思って他の人が食べに来るかと、言うと来ない。どうなんだろう。たまたまその日は来てなかったのかもしれないしね。わかんないけど。てざまさん、小麦アレルギーの方は醤油使えないので、かわいそうっすね。なんか発酵の段階でちょっと小麦使うのかと思ってたら違うんだね。1対1なんだもんね。大豆と同じだけ使うのかと思ってね、知らなかったんだよね。てざまさん、逆にペラペラのイカフライ食べてみたい。そうだね。ペラペラのイカフライ食べやすそうだよね。てつまさん、一食4万円は銀座の寿司屋価格。そうだね。銀座に行って寿司を食べたなら、まあ4万円使ってもしょうがないかとは納得がいくけどね。なんか沖縄だと、まあ確かに那覇はね、まあね、別かもしれないけど、ね、でも銀座じゃないもんね、みたいな感じしちゃうよね。銀さん、4万円の食事って藤子さん的には、マンダリンオリエンタルのコース料理とかですか？わかんない、それ。マンダリンオリエンタルのコース料理ってなんだ？マンダリンオリエンタルって知らないぞ。だからもう、そもそも出身がね、ゴミ屋敷ですから、そういう高級なものの知識って全然ないわけよ。えっと、マンダリンオリエンタル。マンダリンオリエンタル東京っていうのからね、5つ星のラグジュアリーホテル。マンダリンオリエンタル東京。へえ、知らなかった。ウェブサイト、三越前にあるのか。日本語にしてくれ。いきなり英語出てきたけど、日本語ないのかな、これ。日本語ないのか。もう日本人は泊まれないだろう。だからいいか、みたいな感じかな。はい。東京。受賞歴を誇る洗練されたラグジュアリーなサービスで、マンダリン、はい。スカイラインや富士山の美しい眺めをハイキングを楽しみいただけます。ファンタスティックオファー。スカイツリーが見えるのか？スカイツリーどこでも見えるかな？高いからな。快適なものにしませんか？スパウェルネス。ウェディングか。ケータリング、はい。どのくらい、どこを見ればいいのかわかんない。食事、レストランとか見ればいいのかな。ダイニング、ショップ、ダイニングか。オリエンタルラウンジ、センスティーコーナー。わかんない。プライベートダイニング。ピッツァバー。この辺見ておけばいいのかな。値段は書いてないのかな、もしかして。ランチやってるよ。ランチメニュー。ランチメニュー、おまかせランチコース12,100円。まあ、ランチだったら、まあ、でもピザね。ピザおまかせランチコース前菜、おまかせピッツァ6種、デザート。ね、的な感じだね。はい。ありがとうございます。一個知識が増えた。ステーキはやっぱり A1 ソースなんですかね。A1 ソースって何？知らないことがいっぱいありすぎる。みんな。さすが大人だな。いろいろ知ってんな。
A1 コース。A1 コースじゃない。A1 ソースだったっけ？ A1 ソース。どんな味？ A1 ソースどんな味？あ、A1 ソースっていうのはあるんだ。食べたことありますか？美味しいですか？肉にすごく合うよと言われた。やたら酸っぱいステーキ用ソース。沖縄で有名な、そうなんだ。沖縄のソースなんだね。所有率 100%A1 ソース。沖縄県民出来合いのステーキソース。そうなんだ。沖縄の人はソースじゃない。ステーキばっか食ってるってことか。沖縄の定番ステーキソース。そうなんだ。へえ、知らなかったね。えーありがとうございます。一個また知識が増えた。お気に入りさん、以前の藤子さんの動画にあったと思います。と、一食4万円のマンダリンオリエンタルコスお気に入りさん、欧米人が多いです。おしさん、銀座でも安価のお店ありますまあね。ステーキ1万2000、じゃあ1200円ランチなど、銀座も昔ほど高級なイメージないです。地価も他の地区に何年も負けてます。そうだね。お気にさん、銀座でも牛タンネギシが比較的安価で安心です。A1 ソースいつか食べてみたいです。A1 ソースってね、高級なのか値段見てなかった、そういえばな。なんか沖縄人は全員持ってるみたいな感じだったから、そんな高級なソースだと思わなかったんだね。ショッピングで見ればいいのか？ A1 ソース 240g 950円。240g 1080円。240で1000円ぐらいってこと？ 240 で1000円。そっか。そこ、あれか、高いっちゃ高いか。普通のブルドッグソースとかに比べたら、全然、量少ないってわけでもないか。240ぐらいか。240ぐらいだけども、まあ、1000円はしないもんね。って考えると、高級なのか、これは。なるほど。と、A1 ソースいつか食べてみたい。天太郎さん、A1 ソース品質が変わったそうで、沖縄の輸入代理店が、仕入れしなくなったそうです。そうなんだね。品質が変わったから、仕入れなくなった。それで希少価値が上がったみたいなことなのか？お気に入りさん、タバスコが大好きなので A1 気になります。酸っぱいってことなのか。パニタンさん、ソースといえば、シラチャーソースが気になってますが、辛そうなので買ってません。シラチャーソースというのは初めて聞きましたよね。みんないろんなこと知ってんだ。シラチャ、シラチャ、シラチャーハンになっちゃうんだけど。シラチャーソース、どんな味？ナイスパー、ありがとうございます。マンダリンチョキに使ってください。ありがとうございます。ナイスパー。カニタンさん、都内に自販機が増えています。マジで？自販機で売ってんの？これ見たことないなぁ。シラチャーソース自販機、なんか画像、でも画像検索か、これ。ショッピングか。自販機で、自販機の画像は、
出てくるかな？ないかな？偽物、うまい、辛味ソース、万能激辛チリソース。ねえ、なんだろうな。お好み焼き、蒸し鶏、まあ、辛いんだと、熱い料理だと辛く感じちゃうから、熱くないやつにかけて試してみたらいいんじゃないのかね。的な。タバスコっぽいね。そうね。と、ニャイスパ。テンタマさん、マンダリンニャイスパ。ヨッシーさん、ナイスパ。那覇ではおそらく日本一安い定食屋さんに行きました。200円定食それは確かにな。日本一安いだろうね。でも安い理由に感動しました。へえ、どんな理由なんだ。お気に入りさん、シラチャー探してみます。ペンタマさん、カルディでも買えるそうなので、今度、探してみます。おしーさん、それは、トレー高ありましたね。そうだね。お気に入りさん、黒茶はないですか？白茶だったっけ？白茶、黒茶ね。カニタンさん、辛味好きならぜひ。200円すごいね。200円で。定食ってどうしたら定食できるんでしょうかみたいなね。吉野家の朝定で、昔の吉野家の朝定でも、まあ200円台であったかもしれないけど、200円はさすがになっていうわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のためにどうぞ。はい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかったね、あったかくて今日ね。この動画にしたいです。理由は優しさです。200円はジューシーですね。今夜は情報豊富でよかった。本当だね。私が情報ないんでね、皆様にかかってますよ、このライブはな。リーさん、いろいろとナイスな情報があってよかったね。今後とも皆さんナイスな情報よろしくお願いいたします。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。